は、幸丸です。春休みに入りましたね。子供の給食がないからお昼ご飯作りというタスクが増えました。そして娘の進級進学があり、最近はいつもよりバタバタした日々を送っております。私のパートですが、子どもの長期休みの期間はシフトを減らしてもらっています。遠方の実家で夫婦2人暮らししている両親は、養子縁1の母が要介護1の父をケアする老老介護状態。詳しい状況は過去動画をご覧いただければと思います。今はだいたい月1回週末に帰省してサポートしていますが、春休みなので娘を連れていつもより多く実家に帰省するつもりです。料理、掃除、たまった手続き関係など忙しくなりそうです。それでは本日の本題スタートです。奇跡の生還でも消えなかったもの。父は50年代のヘビースモーカーでした。70歳で肺炎になり、約2ヶ月間入院。一時は意識不明の重体だった父。タバコは文字通り命取りでした。奇跡的に一命を取り留めた父。無事に退院できたのですが、実はこの頃から認知症が始まりました。病院での2ヶ月間、父は一度もタバコを吸っていません。というか、吸える状態ではない。なので私たちはこう思っていました。これでお父さんもようやく人生初禁煙達成だね。でもそれは大きな大きな間違いでした。認知症と禁煙の不都合な真実。さすがにヘビースモーカーでも高齢になって命の危機に瀕したらタバコを吸わなくなったという話を周りで聞いたことがありました。うちの父もそうならないと禁煙なんてしないだろうなと思っていたけど、残念ながらうちの場合は命の危機に瀕してもそうはなりませんでした。その最大の理由は認知症だと思います。退院した瞬間、父が最初に探したもの、それはタバコ。つい先月に起きた命の危機は父の記憶には残っていませんでした。残っていたのは50年かけて体に染みついたタバコを吸うという習慣。お父さん、もうタバコはやめたでしょと母が何度伝えても、10分後にはまたタバコを探し出す。肺はタバコを忘れても脳と指先が覚えている。もうお医者さんから禁煙してくださいと厳しく言われたでしょ。はあ？そんなことは言われてないぞ。肺炎で死にかけた命をせっかく救ってもらったのに、家族がみんなどれだけ心配していたか。それでもお父さんはまだタバコをやめないの？はあ？そんなことになったなんて覚えていない。周りに迷惑なんてかけてない。返す言葉もなくなりました。私は感情爆発、涙腺崩壊。依存の恐ろしさってこういうことなんですね。そして認知症の喫煙で心配なことは他にもあります。それは火事です。実家の畳にはタバコで焼け焦げた黒い跡がいくつかあります。認知症の父はライターのつけ方がうまくできなくなったり、火をつけたまま放置してそれを忘れてまた新しく火をつけるを繰り返すんです。私は喫煙者じゃないからよくわからないんですが、普通はもったいないから最後まで吸って、次はある程度自分で決めた時間を空けてから吸うものじゃないですか。母はパーキンソン病で転倒しやすくなっていて、手の震えが出る時もあります。父が隠し持っているタバコとライターを見つけるたりに、母はそれを回収し隠します。
しかし父は隠されたことに怒り、また家中を荒らすように探し回る。そんなある日、母から電話で衝撃の事態を聞かされました。父がライターがないからと台所のガスコンロの火でタバコをつけていたと。想像しただけでも危険で恐ろしすぎる。母はついに父とのタバコの取り合いにもう疲れたと言い出しました。その時の私は、諦めたらダメだよ。諦めることは見殺しにすることと同じだよ。じゃあ今度帰った時に私から言うからと言いました。母が無理なら私が何とかしないとという謎の使命感があったんです。この時は退院したばかりで、病院で車椅子生活だった父は歩行のリハビリの途中、パーキンソン病の母に介護させるのは心配だったので、私は毎週末片道3時間かけて帰省していました。実家へ行くたびに私と父はタバコの奪い合い、まるでカオスです。気がつくと帰省するたびに禁煙が原因でどんどん親子関係が悪くなっていくようでした。本当はせっかく退院した父に優しくしたいのに、なんで？私は完璧主義なところがあり、どうしても父の体を蝕んだ原因でもあるタバコが許せなかったんです。つらい。ちなみにその様子を見ていた私の家族の反応はこうでした。ママ、怖い。なんでそんなに怒っているの？やっぱりお父さんは昭和の男だ。さすが破天荒でかっこいいじゃん。そう言われてなんかモヤモヤ。私だってさ、きっと相手が岐阜だったならこんな風に本気になって神経すり減らすこともなく、いい加減に対応できるのかな。正しいことよりも穏やかな今日を選ばざるを得ない時が介護にはある。だんだんと何のための喧嘩なのか私も訳がわからなくなってきて、疲れて私自身の精神も崩壊寸前になっていました。片道3時間かけて親の介護に帰省しているだけでも体力的に限界に来ていて、もう無理となってしまいました。諦めたくないけど悔しいけど、結局こうして私は父の禁煙を諦めました。そういえば父は昔からタバコをやめるくらいなら死んだ方がいいというのが口癖だったんです。私は冗談半分に聞いていましたが、今となれば本当だったのかもしれません。父にとってタバコは今の現代人にとってのスマホのような存在なのかな。私たちも急にスマホを取り上げられたら耐えられないのと同じ感覚かもしれません。だとしたら私が父を虐げていることになっているの？私はさ、ただただ少しでも健康で長生きしてほしいと思っているのに、なんか虚しいな。禁煙の敗北宣言という妥協がなかなかできなくて、あの時は私自身すごく苦しかったです。体に悪いから禁煙してほしい。年金が少なくて家計が苦しいからタバコを買えない。あなたは認知症だからタバコで火事になるリスクが高いんだよ。まだ70歳になったばかりじゃん。これからも元気でいてほしいと思っている家族のためにやめてほしい。どう伝えても認知症には通用しません。そんな父を相手に禁煙を強いるのは、そう、お互いの精神を削るだけの終わりのないループでした。禁煙できない父を責めるのも、禁煙させられない自分を責めるのも、もうやめました。そう気持ちを切り替えるまでに、かなりの時間と労力を費やしてしまいました。でも、禁煙は無理だった
という結論は決して敗北ではなく、両親の老老介護の共倒れを防ぐための英断だった。そう自分に言い聞かせています。ここで後悔している家族の立場からこれだけは伝えたいことがあります。いつかは禁煙したいという気持ちが少しでもある方、禁煙するなら今です。認知症はいつなるか分かりません。認知症になる前に少しでも長く吸わない習慣を身につけておいた方がいいと思います。ちなみに私の弟は普段父とぶつかることが多いですが、この件に関しては家族で唯一父の味方でした。なぜならば自分もヘビースモーカーだからです。弟に父のようになりたくなかったら早く禁煙した方がいいよと言ったら、それは無理と一言。血は争えないと感じた瞬間でした。呆れた。はあ。このチャンネルではアラフィフ主婦の私が遠方に住んでいる両親のお世話をするようになってから知った介護のことをリアルに発信していきます。いろんな気持ちも吐き出しています。もしよければチャンネル登録してお付き合いください。介護って実際に経験した人にしかわからない辛さってありますよね。私は身近に同じような境遇の人がいなかったので、親が病気になり要介護になった時、情報がなくどうしたらいいのかわからず非常に苦労しました。家族としてすべきこと、介護制度のこと、お金や税関係のこと、わからないことだらけだけど状況は待ったなし。このチャンネルを通して情報や不安な気持ちを皆さんと共有していけたらと思っております。